皆さん、こんにちは。介護福祉コースを担当する藤島典人と申します。今日は皆さんとお会いできてとても嬉しいです。介護福祉コースは人と関わることが好きだ。人の役に立ちたい。人からありがとうと言われる仕事に就きたい。という学生の集まりです。これまでミャンマー、フィリピン、中国、ネパールの学生と学びました。それぞれの国の文化や習慣、介護についての考え方、サービスについて教えてもらい、私たちも日本のことについて伝えてきました。日本人と一緒に専門的なことを学ぶため大変なことはありますが、私たちと一緒に楽しく学んでいきましょう。それでは介護福祉コースについて紹介していきます。それでは介護福祉コースの紹介をしていきます。介護福祉士とはどのような仕事なのでしょうか。介という字は人の間に入るという意味です。護という字は守るという意味。福祉は幸せ。士は専門家という意味です。介護福祉士は人の間に入ってその人を守り幸せにする専門家なのです。現在、日本の高齢化はさらに進み、介護の人材は不足しています。介護福祉を学びたいという留学生のために介護ビザができました。介護福祉士を取得すると、介護ビザを取得することができます。そして日本で介護福祉士として働くことができるようになっています。私たちの介護福祉コースの説明をします。定員20名の小さなクラスです。専門的な学びについては、社会、介護、心と体、3つの領域の知識と技術を身につけ、実習で実践力を高めていきます。これらの他にも、週2回の日本語講座、2年生になると週2コマの国家試験対策講座が実施されます。これらの学びは、教員がしっかりサポートして、クラスメート同士助け合いながら深めていきます。それでは、その学びの様子を写真で見ていきたいと思います。これから介護コースの授業について説明します。これはレクリエーション活動の授業です。左の写真は大玉送りといって大きな丸いボールを運ぶゲームです。右の写真は的当てといって真ん中のボードにプラスチックで作った丸い輪を当てるゲームです。皆さんが楽しんでいる様子が見ることができますね。レクリエーションの授業ではお年寄りの方が楽しむことができるようなゲームを考えます。そのためのゲームの道具を作ったり、司会をしたりします。ゲームを考えるための話し合いの場面です。みんなでいいアイデアを出すために自分の意見を言ったり、他の人の意見を聞いたりして一緒に勉強を頑張ります。次は茶道です。みんなスーツを着て日本の畳に座っていますね。茶道は日本に昔から伝わるもので、挨拶などのマナーを勉強して介護の現場で役立てます。この写真は医療的ケアという授業です。この授業ではお年寄りが医療的な生活をすることができる支援のための方法を実践しながら練習します。息が苦しい人の喉に詰まっている痰を機械で取る練習をします。また、栄養が口から取れない人が
チューブを通して食事ができるように助ける練習をします。グループで一緒に練習をしますので、上手にできるようになります。これは生活支援技術という授業の写真です。この授業ではお年寄りや体が不自由な方のシーツを変える練習をします。また、その方たちが食事を食べることができるような方法を勉強します。全部これからの仕事で使う技術を学ぶ授業です。実習の写真です。介護の現場だけで勉強できることをします。お年寄りの方と直接お話できたり、支援ができたりしますので、学んだ実感があります。次はケーススタディです。実習の期間が終わったら、資料を作ってたくさんの人の前で発表をします。次にボランティア活動の写真です。お年寄りの心と体の基本的なことについて勉強します。学校の近くにお年寄りが参加する集まりがあります。その集まりに学生も参加して体操やゲームなどを一緒にします。お年寄りが元気で楽しく生きることができる大切さを勉強します。地域で生活する人々と交流することはとても勉強になります。なぜなら将来地域で介護福祉士として仕事をするときにとても必要な知識と経験になるからです。最後に卒業式の写真です。日本人は着物やスーツ、留学生は民族衣装を着ていてとても華やかです。これまで介護福祉コースの説明でした。それでは今後は長崎短期大学でお会いしましょう。